皆さんこんにちは。こちらはオーラトーン 5C スーパーサウンドキューブです。オーラトーンの 5C は70年代から80年代にかけて世界中のレコーディングスタジオで使われた定番のモニタースピーカーです。年代によっていろんなモデルがありますが、音がどう違うのか、今回はこのスピーカーを詳しく解析します。このモデルの主なスペックは次の通りです。中期型と後期型のスペックはほとんど同じですが、使われているユニットが違います。両者の違いは測定で明らかにしていきます。前回はこのスピーカーを観察して硬くなったエッジをメンテナンスしました。今回はこのスピーカーを測定してオーラトーンの性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。中期型の特性はかまぼこ型です。低音は 150Hz 止まりですが、Q が低い密閉型なのでだら下がりに伸びています。広域も徐々に落ちながらだら下がりに伸びています。R チャンネルはエッジにシワがありましたが特性に影響していません。この2台は特性が揃っています。こちらは後期型です。先ほどと違って再生限界がはっきりしています。どちらが高音質かといえば後期型です。これはマルチウェイスピーカーのミッドレンジに使える性能です。こちらは指向性です。フルレンジの広域は分割振動なので指向性がよくありません。フルレンジは基本的に自分にまっすぐ向けた状態で鳴らす必要があります。歪みを見ていきます。こちらは中期型の歪みです。再生帯域の中がおおむね 1% 以内に収まっています。優秀な性能です。R チャンネルは低域の歪みが少し大きめです。これはエッジのシワが原因でしょう。耳ではわかりませんが測定すると違いが見えます。こちらは後期型です。ばらつきもなくて優秀です。性能は中期型とほとんど同じです。音量を上げた結果を見ていきます。8W までリニアに歪みが増える結果です。どちらも同等の性能です。能率も良くてかなりの音量が出るスピーカーです。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番と3番は今回のスピーカーの空気録音です。オーラトーンの 5C はスタジオモニターとして有名でした。果たしてどんな音がするでしょう。
それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよいかがでしたでしょう。オーラトーンの音の特徴が分かった方はコメント欄でお聞かせください。このスピーカーにハイファイ再生は期待できません。これはあくまでテレビやラジオで再生された場合の音をチェックするものです。一般ユーザーによく売れたのはレコーディングスタジオの定番だったからでしょう。スタジオモニターはオーディオファンの憧れでしたが、
高価で手が届かない製品がほとんどでした。これは音楽制作の現場で活用されるアイテムですが、一般ユーザーの用途はラジオのように BGM として流す聞き方です。5C 特有のナローレンジの音は仕事や考え事の邪魔になりません。中期型と後期型の音色の違いは広域の出方にあります。中期型は少し伸びがあって、後期型はスパッと切れています。どちらも人の声を大変聞きやすい音で再生します。オーラトーンの 5C にはそれに適した用途があります。Hi-Fi 再生を求める人がスタジオモニターの音に憧れて選ぶスピーカーではありません。ご視聴ありがとうございました。